皆様こんにちは、セリナです。今回は最新版デパコスの人気クッションファンデーション10種類を徹底比較していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デパコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回の動画では最新のディオールやナースのクッションファンデーションから王道のイヴ・サンローランボーテやクレドポーボーテまで最新版の人気クッションファンデーション10種類のカバー力、毛穴補正効果、ツヤ感などの仕上がりを室内と自然光でご紹介した後、それぞれの塗り心地や香り、4時間後のマスク崩れ、お直しに使用した時の仕上がりもご紹介していきますので、クッションファンデーション選びにお悩みの方に少しでも参考になれば嬉しいです。他にも最新の日焼け止めなどのベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを用いた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する10種類のクッションファンデーションの紫外線カット効果と使用色をご紹介していきます。ディオールスキンフォーエバーイドラグロークッション SPF50 PA3+。使用するカラーは 2N ニュートラル。イヴ・サンローランボーテラディアントタッチグローパクト SPF50 PA4+。使用するカラーは B25。ナーズライトリフレクティングセラムクッションファンデーション SPF42 PA2+。使用するカラーは03791。クレドポーボテタンクッションエクラルミヌ SPF25 PA3+。使用するカラーはオークル10。イヴ・サンローランボーテアンクルドポールクッション N SPF23 PA2+。使用するカラーは25。ローラメルシェフローレスルミエールラディアンスパーフェクティングクッション SPF50 PA4+。使用するカラーは 1N1。クレドポーボテタンクッションエクラナチュレル SPF25 PA3+。使用するカラーはオークル10。プラダビューティープラダメッシュクッション SPF50 PA3+。使用するカラーは LN10。ジバンシープリズムリーブルスキンケアリンググロークッション SPF45 PA3+。使用するカラーは 2N120。ナーズナチュラルラディアントロングエアクッションファンデーション SPF50 PA3+。使用するカラーは5878。10種類のファンデーションの仕上がりを比較するとこんな感じです。カバー力が一番強いのはローラメルシェ。続いてイヴ・サンローランボーテのアンクルドポールクッション N とナーズのナチュラルラディアントファンデーションです。一番カバー力が控えめなのはクレドポーボーテのタンクッションエクラナチュレルです。こちらは素肌のような仕上がりです。続いて毛穴補正力についてはこんな感じです。一番毛穴補正力が強いのはイヴ・サンローランボーテのアンクルドポールクッション N とローラメルシェです。こちらの2つは色ムラや赤みに対するカバー力はもちろん毛穴補正効果も高いタイプになっています。続いてツヤやマットの仕上がりについてはこんな感じです。一番ツヤが強いのはナーズのライトリフレクティングセラムクッションファンデーションとクレドポーボーテのタンクッションエクラルミヌです。この2つは濡れたようなツヤツヤ肌に仕上がります。それでは仕上がりや塗り心地に共通点があった2つを半眼ずつに塗って質感やカバー力、香り、4時間後のマスク崩れを比較してみたいと思います。まず比較していくのはこちら。メッシュ形状でむき卵のようなツヤツヤな肌に仕上がるところが似ている
ディオールとイヴ・サンローランボーテです。まずはこちら側半分にディオールを塗っていきます。こんな感じのメッシュタイプのクッションファンデーションです。少し膜感のあるファンデーションなので、パフを当てたら少し滑らせるように密着させて、軽くなじませていくと綺麗に塗りやすいです。こんな感じで一塗りでも結構しっかりカバー力があるのと、つるんとしたツヤがとても綺麗に出るのがわかりやすいですよね。まずはこちら側半分にディオールを塗ってみました。一塗りでも赤みや色ムラはもちろん、ニキビ跡の赤みもしっかりカバーしてくれる高いカバー力があるファンデーションですが、下地のみの方と比較をしても厚塗り感が出ていないですよね。こちらのファンデーションは程よい膜感があるので、肌表面をつるんと滑らかに見せてくれる効果で厚塗り感を感じさせにくいです。近くで見るとこんな感じです。この辺りにあったニキビ跡もしっかりカバーしてくれるので、コンシーラーなしでも使えるハイカバーなファンデーションをお探しの方にすごくおすすめです。近くで見てもツヤがしっかり見えるところもいいですよね。では反対側にイヴ・サンローランボーテを塗っていきます。イヴ・サンローランボーテもこんな感じでディオールと同じメッシュタイプになっています。サンローランも適度な膜感があり肌にピタッと密着しますが、比較するとディオールよりもさらに薄膜でみずみずしい質感です。こちらは優しくタップするようにのせていくと肌に綺麗に馴染んでいってくれます。こちら側にはイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。イヴ・サンローランボーテもサーダっぽいのに適度なカバー力があるのと、顔を動かすと頬の高い位置などにつるんとしたツヤが出る感じがすごく綺麗ですよね。こちらの2つは特にそれぞれの違いについてご質問いただくことが多いですが、比較をすると、まずツヤ感に関しては、ディオールの方がつるんとしたむき卵のようなツヤが強く出るのに対して、イヴ・サンローランボーテは肌に馴染みながらも自然に内側から発光するような柔らかなツヤ仕上がり。カバー力については近くで見ると分かりやすくて、ディオールは赤みや色ムラ、ニキビ跡などの色味の部分を補正するカバー力が強いのに対して、イヴ・サンローランボーテは若干赤みや素肌の透け感が残っている感じが分かりやすいと思います。ただ、イヴ・サンローランボーテの方が毛穴や凹凸を埋めるような毛穴補正感が高いので、毛穴補正の観点でカバー力が高いのはイヴ・サンローランボーテ、色味補正の観点でカバー力が高いのはディオールという違いがあります。アップで比較するとこんな感じの違いです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもつるんとしたツヤがとても綺麗ですよね。ディオールのカバー力の高さとイヴ・サンローランボーテの毛穴補正力の高さが分かりやすいと思います。より膜感のあるつるんとしたツヤ肌に仕上げたい方や、赤みや色ムラなどの色味の部分をしっかりカバーしたい方はディオールがおすすめ。より素肌っぽく内側から発光するような自然なツヤ感がお好みの方や、厚塗り感がないながらも毛穴や凹凸を埋めるような毛穴補正効果が欲しいという方は、イヴ・サンローランボーテが使いやすいかなと思います。それぞれ香りについては、ディオールはディオールフォーエバーシリーズ共通のフレグランスのようなフローラル系の香り。イヴ・サンローランボーテはウリ系のフレグランスのような香りがします。比較をすると若干ディオールの方が香りが強いイメージです。ではこの上にコスメデコルテのルースパウダーをパフで軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて比較していきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも水分と油分のバランスが良く、塗っている間も乾燥したりパサつく感じが全く気にならなかったですが、皮脂やテカリも最小限に抑えてくれています。近くで見るとこんな感じです。私は皮脂が出やすい肌タイプなのと、4時間の間にうっすら汗をかいたりもしましたが、どちらもドロドロに崩れてしまうこともなく、小鼻の横に皮脂が出る感じも比較的気になりにくいです。マスクがよく当たる位置はどちらも若干ファンデーションのハゲが気になりますが、擦れたり皮脂と混ざって薄まる感じも気になりにくいです。比較をするとディオールの方が若干全体にテカリが出てきている印象、イヴ・サンローランボーテの方がよりテカリに強いかなと思います。アップで見るとこんな感じです。
肌表面を触った感じはどちらも程よい膜感で肌を覆っている感じなので、適度な保湿感はありますが、皮脂でベタつくという感じはしないので、気になる方はフェイスパウダーでこまめにお直しをすれば、夏場にも安心して使いやすいかなと思います。保湿感、崩れ、テカリなどはだいたい同じくらいなので、仕上がりのお好みの差で選んでいただきやすいかなと思います。では、軽くティッシュオフをして、それぞれ上からお直ししていきたいと思います。まずはディオールです。ディオールは結構膜感があるので、しっかり押さえるように重ねていくと、下に塗っているファンデーションとも綺麗に馴染んでいってくれます。こんな感じで小鼻の横などもしっかり押さえていくと、カバー感とツヤ感が復活しますね。続いてイヴ・サンローランボーテです。こちらも肌への密着感が高いタイプなので、スライドさせるのではなく、しっかりのせるようになじませていくと、より毛穴カバー感が復活していきます。はい、それぞれ上からお直しで重ねてみました。どちらも膜感があるので、お直しの時は滑らせるよりもしっかり押さえるように密着させていった方が、残っているベースメイクとも綺麗に馴染みやすかったです。重ねていくとこんな感じで、ディオールは赤みなどのカバー感とツヤ感が復活して、イヴ・サンローランボーテは重ねていけば重ねていくほど毛穴補正感が増していく感じがします。お直し後アップで比較するとこんな感じです。続いて比較していくのはこちら。みずみずしいテクスチャーで、どんな肌状態の時にも塗りやすい質感が似ていたナーズとクレドポーボーテです。まずはこちら側にナーズを塗っていきます。ナーズはこんな感じで、まるで化粧水のようなみずみずしくて軽やかなテクスチャーで、クッションファンデーション特有の油分っぽさや重たさを全く感じさせないところが特徴的です。乾燥や顔向けが気になる時や、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まるのが気になるという時にも塗りやすくて、肌状態を選ばずに塗りやすいです。はい、まずはこちら側半分にナーズを塗ってみました。ナーズはテクスチャーも化粧水のようなみずみずしさですが、仕上がりもスキンケア後のような濡れたようなツヤツヤ肌に仕上がるところが特徴的です。先ほどご紹介したディオールやイヴ・サンローランボーテよりも軽やかでさらにツヤをしっかり楽しみたいという方に使いやすいと思います。カバー力についてはこんな感じで、近くで見てもツヤの反射がしっかりあるので、ある程度の赤みや色ムラはカバーしてくれますが、よく見るとニキビ跡などはほんのり透けています。毛穴や凹凸は水分でふっくらさせて目立ちにくいようにしてくれていて、毛穴や凹凸にファンデーションが溜まる感じも全く気にならないです。では反対側にはクレドポーボーテを塗っていきます。クレドポーボーテも反対に塗っているナーズと同様、かなりみずみずしくて、乾燥や皮むきが気になる時や毛穴や凹凸にファンデーションが溜まるのが苦手な方にもすごく使いやすいですが、比較をするとクレドポーボーテはみずみずしいオイルのような質感なので、クレドポーボーテの方がさらに保湿力が高いです。みずみずしいスキンケアオイルを塗った時のような肌を保護してくれる保湿感があります。はい、反対側にはクレドポーボーテを塗ってみました。ナーズとクレドポーボーテはみずみずしくて軽やかな質感はもちろん、このスキンケア後のような濡れたようなツヤツヤ肌に仕上がるところもよく似ていますよね。ただ比較をすると、まず質感については、ナーズの方が化粧水のような油分感や重さを全く感じさせないようなみずみずしさなのに対して、クレドポーボーテはみずみずしいスキンケアオイルのような高い保湿感がありながらも重さを感じさせないような質感です。よりベタつきを抑えた軽やかな塗り心地がお好みの方はナーズがおすすめ。重さや厚みは出ないけれど、オイルを塗っている時のような高保湿タイプのクッションをお探しの方はクレドポーボーテがおすすめです。そしてカバー力についてはこんな感じで、クレドポーボーテもある程度の赤みや色ムラをカバーしますが、やはりこちらもニキビ跡などの赤みは結構透け感が残るので、色味のカバー感についてはナーズと大体同じくらいな印象です。ただ、クレドポーボーテの方が若干オイルっぽさがあるからか、毛穴や凹凸が滑らかに整っている感じがします。アップで見るとこんな感じです。
はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも濡れたような艶がとても綺麗です。こうして比較してみると、クレドポーボーテの毛穴精力の高さがわかりやすいと思います。とにかく重さやベタつきを感じさせない水分で保湿したようなみずみずしいツヤと仕上がりをお求めの方はナーズがおすすめ。みずみずしいスキンケアオイルで保湿をした時のような高保湿感と濡れたようなツヤ肌をお求めの方はクレドポーボーテがおすすめです。ではパウダーを軽く塗って4時間後のマスク崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。両方とも塗りたてからナチュラルな仕上がりだったので、このくらいの距離で見るとそこまで崩れている感じが気になりにくいと思います。近くで見るとナーズはマスクがよく当たる位置の摩擦が少し気になるので、こちらはマスクなしで過ごすときにより使いやすいファンデーションかなと思います。クレドポーボーテはこんな感じで、オイル感もある高保湿タイプの割にはドロドロに崩れてしまったり、よれる感じも気になりにくかったですが、皮脂と混ざってカバー力が落ち着いてくるからか、塗りたてよりもさらに赤みが透ける感じが少し気になりました。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じには結構違いがあって、ナーズは小鼻の横も頬の広い範囲もベタつきを全く感じずに、塗りたてと同様ファンデーションを塗っていないかのような軽やかさなのに対して、クレドポーボーテはスキンケアオイルで保湿をした時のようなしっとり感を持続してくれています。乾燥や毛穴の開きなど肌トラブルが気になる時にも塗りやすく、仕上がりのイメージも似ている2つでしたが、重さやベタつきを感じさせない仕上がりがお好きな方はナーズがおすすめ。高保湿なファンデーションをお探しの方にはクレドポーボーテがおすすめかなと思いました。ではティッシュオフをしてそれぞれお直しをしていきます。まずはナーズです。ナーズはとにかくみずみずしいので、お直しで塗るときにもこんな感じで簡単に綺麗に下に残っているファンデーションとも馴染んでくれます。ファンデーションをムラなく塗るのが苦手という方や、お直し用として何回塗り重ねても汚くならないタイプをお探しの方にすごくおすすめです。クレドポーボーテもナーズと同様かなりお直しに向いています。こちらの方がさらにオイルっぽさもあるので、厚みのあるフェイスパウダーの上から重ねてもより素早く綺麗に馴染みやすいです。はい、それぞれ上からお直しで重ねてみました。こちらの2つは特にお直し用として持ち運ぶのにもおすすめなクッションです。お直し後アップで見るとこんな感じです。続いて比較していくのはこちら。ギラつかないサーダっぽいツヤ仕上がりが似ているプラダビューティーとクレドポーボーテです。まずはこちら側にプラダビューティーを塗っていきます。プラダはこんな感じのメッシュタイプのクッションです。プラダはクッションファンデーション特有の油分っぽさや重さを一切感じなくて、塗りたてからこんな感じですっと肌に溶け込むように馴染んでいくのが特徴です。ベタつきや重さを感じるファンデーションが苦手という方にかなりおすすめです。はい、こちら側半分にプラダビューティーを塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、赤みや色ムラは綺麗に補正してくれていますが、厚塗り感がなく、ツヤにもマットにも寄りすぎないサーダのような自然なツヤ感が特徴的です。適度なツヤは欲しいけれど、夏場にツヤツヤのファンデーションを塗るとテカリっぽく見えるのが気になるという方にもすごく使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。厚みや重さを一切感じさせない軽やかな塗り心地な分、近くで見るとニキビ跡などの透け感は少し気になります。ただこちらは毛穴用血を滑らかに整えるような毛穴補正力が高いので、サーダっぽさは残しつつ毛穴カバーもしたいという方に使いやすいと思います。余分な水分や油分がなく、ファンデーションを塗っていないかのような感覚で使えるので、皮脂やベタつきが気になる肌タイプの方に特におすすめです。では反対側にクレドポーボーテを塗っていきます。こちらはメッシュの中にジェル質感のファンデーションが入っているタイプです。こちらもジェル質感なのでかなりさっぱりした使用感が特徴的です。肌にスッと馴染んでいく軽やかさなどがプラダと似ています。はい、反対側にはクレドポーボーテを塗ってみました。
反対側に塗っているプラダビューティーと同様、ツヤツヤしすぎずマットにも寄りすぎない自然なサーダっぽいナチュラルなツヤ肌に仕上がります。こうして比較をしてみると、ツヤの質感などはかなり似ていますが、それぞれカバー力に結構違いがあって、近くで見るとこんな感じで、サーダっぽい仕上がりのプラダビューティーよりもクレトポーボーテの方がさらにサーダの透け感が残っています。ファンデーションの厚塗り感が苦手な方や、サーダのようなイメージに仕上げたい時にとてもおすすめです。アップで見るとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもパウダー前なのにギラついている感じがしないところがすごく優秀だなと思います。こうして見るとそれぞれのカバー力の違いが分かりやすいと思います。そして質感にも結構違いがあって、プラダビューティーは余分な水分や油分を感じさせない肌にスッと馴染むような軽やかなテクスチャーなのに対して、クレトポーボーテはジェルタイプ特有の程よい水分の保湿を感じながらもベタつきを抑えたようなイメージです。どちらも比較的さっぱりしているタイプなので、夏用のクッションとしても使いやすいんじゃないかなと思います。香りについてはどちらもローズ系のスキンケアのような香りがほんのりとする程度です。かなり香りは弱めな印象ですが、プラダビューティーの方がさらに抑えめな印象です。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。4時間の間に何とか汗ばむ場面がありましたが、どちらもさっぱりしたテクスチャーだからか、皮脂やテカリが出ている感じが気になりにくかったです。近くで見るとこんな感じで、特にプラダは小鼻の横や頬の広い範囲に皮脂やテカリが出ていないのはもちろん、マスクの摩擦にも強く、塗りたてのナチュラルなカバー感も保ってくれています。こちらはかなり崩れに強いファンデーションだなと思います。反対に塗っているクレトポーボーテもジェルテクスチャーで水分で保湿されているようなタイプなので、時間が経っても皮脂や油っぽさは出にくかったです。ただこちらは時間が経つとファンデーションが馴染んでいって、塗りたての時よりもさらにカバー力が落ち着く感じはしました。アップで見るとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、やはりプラダビューティーは小鼻の横や頬の広い範囲も全くベタつきが出ていないです。クレトポーボテは若干しっとり感が出てきています。サーダっぽいナチュラルな仕上がりなのに、崩れにも強いファンデーションをお探しの方はプラダビューティーがおすすめ。サーダ感を保ちながら汚く崩れないファンデーションをお探しの方はクレトポーボテがおすすめです。では、軽くティッシュオフをして、まずはプラダからお直ししていきます。プラダは水分や油分を抑えたテクスチャーなので、肌にしっかり密着させるように塗っていくとお直しがしやすいです。時間が経って肌表面の乾燥が気になるときは、一度ミストなどで水分を与えてから塗るとお直ししやすいと思います。反対側はクレトポーボーテをお直ししていきます。クレトポーボーテも油分が抑えめなジェルテクスチャーなので、ベースにパウダーが残っていると少し馴染ませるのが難しい感じはします。ただこちらもしっかり圧をかけてなじませていくと復活してくれますね。はい、こちら側にプラダビューティー、反対側にクレトポーボテでそれぞれお直しをしてみました。近くで見るとこんな感じで、どちらも油分が少なめな質感なので、ベースにパウダーが残っていると少しなじませにくい印象はありましたが、しっかり密着させるようにのせていくと綺麗に仕上がります。お直し後アップで比較するとこんな感じです。続いて比較していくのはこちら。しっとりクリーミーなテクスチャーが似ているジバンシーとナーズです。まずはこちら側にジバンシーを塗っていきます。ジバンシーはクリーミーな中にも適度なみずみずしさがあるので、肌表面の皮むけやパサつきが気になる時にも使いやすいです。軽く塗るだけでもこんな感じで、内側から発光したような綺麗なツヤ肌に仕上がります。はい、まずはこちら側半分にジバンシーを塗ってみました。下地のみの方と比較をしても厚塗り感や重さが出ている感じはしませんが、しっかり赤みや色ムラをカバーしてくれる感じがわかりやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。頬の中心の赤みや色ムラはしっかりカバーしつつも、よく見るとニキビ跡などを完全にカバーするほどではないので、
程よい透け感も残してくれています。そしてこちらは滑らかなクリームテクスチャーの中に適度なみずみずしさを感じられるので、毛穴凹凸を埋めながら表面を滑らかに整えてくれる高い毛穴補正効果もあります。厚塗り感は出ないけれど、高い毛穴補正効果を欲しいという方にとてもおすすめです。顔を動かすと滑らかで光を反射するようなツヤがとても綺麗です。では反対側にはナーズを塗っていきます。ナーズもこんな感じで、クリーミーさの中に適度なみずみずしさもあって、肌タイプ問わずに塗りやすいです。適度なカバー力と塗りやすさを両立していますね。はい、反対側にはナーズを塗ってみました。どちらも程よいみずみずしさのあるクリーミーな塗り心地がよく似ていますが、比較をしてみると、まずそれぞれのツヤ感の違いがあって、ジバンシーは頬の高い位置などに光を反射するような、内側から発光するような立体的なツヤが出るのに対して、ナーズは肌全体が滑らかにツヤめくような仕上がりです。そして近くで見るとそれぞれのカバー力の違いもわかりやすくて、ジバンシーは程よい透け感が残っていましたが、ナーズはこの辺りにあったニキビ跡などもしっかりカバーしてくれるようなカバー力の高さが特徴的です。そしてナーズもジバンシーと同じくらい毛穴を埋めつつ滑らかに見せてくれるような補正効果があるので、ハイカバーで毛穴補正もしたい方はナーズがおすすめ。程よい透け感を残しつつ毛穴補正をしたい方はジバンシーがおすすめかなと思いました。マップで比較するとこんな感じです。はい、外は線香で撮影しています。どちらも滑らかでつるんとしたツヤがとても綺麗ですが、線香で見るとそれぞれの光り方とカバー感の違いがわかりやすいと思います。質感についてはどちらも程よいみずみずしさのあるクリーミーなテクスチャーなので、乾燥が気になる肌状態の方にも安心して使いやすいと思います。香りについては、ジバンシーはフレグランスのような香りが結構強めにして、ナーズは原料のような香りのみです。はい、あれから約9時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもかなりクリーミーなテクスチャーでしたが、マスクの摩擦に強いところがすごいなと思いました。ただ、近くで見るとこんな感じで、皮脂が気になるタイプの私の肌だと、やはりどちらも滑らかで保湿感が高かったからか、小鼻の横や頬の広い範囲などに光が出てきている感じが気になりました。それでもジバンシーはマスクの摩擦に強いのはもちろん、塗りたての自然なカバー感や毛穴補正効果を保ってくれています。ナーズもこんな感じでかなりクリーミーですが摩擦に強いです。ただナーズは塗りたてのカバー力がかなり強かったからか、時間が経つと皮脂と混ざってカバー力が落ち着く感じが少し気になりました。アップで見るとこんな感じです。ただ肌表面を触った感じはどちらもそこまでベタつく感じではないので、皮脂が気になる肌タイプの方はこまめにフェイスパウダーでお直しをすれば夏場でも安心して使えるんじゃないかなと思いました。乾燥肌から普通肌の方には安心して使いやすい質感です。ではティッシュオフをしてジバンシーからお直ししていきます。みずみずしさとクリーミーさを兼ね備えているので、上から重ねてもこんな感じでベースに塗っているファンデーションとも綺麗に馴染んでくれます。ある程度のカバー力があって塗り直しもしやすいファンデーションをお探しの方にすごくおすすめですね。続いて反対側にナーズを塗っていきます。ナーズもかなりカバー力が高いですが、滑らかなクリーミーテクスチャーなので、上に重ねてもこんな感じで、厚みが出たり汚くよれる感じも気になりにくいです。カバー力も高いので、お直し用クッションとしてもすごくいいですね。はい、ジバンシーとナーズ、それぞれ上からお直しに重ねてみました。どちらも塗りたての滑らかなツヤ感が復活します。近くで見るとこんな感じです。両方とも滑らかなクリーミーテクスチャーなので、肌に残っているファンデーションやフェイスパウダーとも綺麗に馴染んでくれます。特にナーズは塗りたてのハイカバー感が復活してくれてとても綺麗です。こちらの2つはお直し用として持ち運ぶファンデーションにもすごくおすすめだなと思いました。お直し後アップで見るとこんな感じです。
最後に比較していくのはこちら。ハイカバーの仕上がりのイヴ・サンローランボーテとローラメルシェです。まずはこちら側にイヴ・サンローランボーテを塗っていきます。イヴ・サンローランボーテはかなりクリーミーなテクスチャーで肌にピタッと密着しながら、一塗りでもこんな感じの高いカバー力を得られるところが特徴です。今回ご紹介している中で唯一のセミマット仕上がりです。はい、まずはこちら側にイヴ・サンローランボーテを塗ってみました。下地のみの方と比較をすると、こちらのファンデーションのカバー力の高さがわかりやすいと思います。近くで見てもこんな感じで、クリーミーで適度な厚みのあるテクスチャーが肌にぴったり密着して、この辺りにあるニキビ跡などもしっかりカバーして、さらに毛穴や凹凸も埋めるように補正してくれます。高い色補正効果と毛穴カバー効果を兼ね備えています。ブランドサイトにはルミナスマット仕上がりという記載があって、顔を動かすと適度なツヤも感じるようなスッキリとした肌質感に整えてくれます。では反対側にはローラメルシェを塗っていきます。ローラメルシェも反対に塗っているイヴ・サンローランボーテと同じくかなりクリーミーで程よい厚みがあるテクスチャーですが、比較をするとローラメルシェの方が少し緩めのクリーミーテクスチャーなので、乾燥が気になる時にもかなり塗りやすいです。こちらも一塗りでもこんな感じでしっかりカバーしてくれますね。はい、こちら側にはローラメルシェを塗ってみました。ローラメルシェも反対に塗っているイヴ・サンローランボーテと同様、かなりカバー力が高いです。近くで見てもこんな感じで、この辺りにあったニキビ跡の赤みもコンシーラーなしでもしっかりカバーしてくれるのはもちろん、ローラメルシェの方がより滑らかなクリームテクスチャーだからか、毛穴や凹凸を埋めつつ滑らかに整えてくれて、毛穴レスなハイカバー肌に仕上がります。アップで見るとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらも透け感がなく、かなり高いカバー力があるのがわかりやすいと思います。そしてやはりこうして見ると、ローラメルシェの毛穴補正力の高さもわかりやすいですよね。どちらもコンシーラーいらずの高いカバー力がありますが、顔の高い位置に程よいツヤを感じられるようなすっきりとしたルミナスマット肌に仕上げたい方はイヴ・サンローランボーテがおすすめ。高いカバー力と毛穴補正効果を同時に叶えてくれて、内側から発光するようなツヤ肌に仕上げたい方はローラメルシェがおすすめです。質感としてはどちらもクリーミーなタイプなので、乾燥が気になる肌状態の方にも安心して使いやすいと思います。香りについては、イヴ・サンローランボーテはブリ系のフレグランスのような香りがほんのりする程度。ローラメルシェは原料のような香りのみになっています。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもハイカバーなファンデーションですが、マスクの摩擦にも強く、塗りたてのカバー力もちゃんと保ってくれています。近くで見るとこんな感じです。まず、イヴ・サンローランボーテはマスクの摩擦にも強く、カバー力も変化せずに、そのまま綺麗に保ってくれました。ただ、塗りたてと比較をすると、若干小鼻の横や頬の広い範囲にツヤが出てきた感じはします。反対に塗っているローラメルシェもこんな感じで、カバー力、マスクの摩擦ともにかなり強かったです。ローラメルシェはツヤ仕上がりですが、時間が経っても小鼻の横にテカリが出てくるのが気にならなかったので、ツヤ仕上がりで皮脂に強いファンデーションをお探しの方におすすめです。アップで見るとこんな感じです。肌表面を触った感じは、どちらも塗りたてからクリーミーさがありましたが、小鼻の横や頬の広い範囲も皮脂によるベタつきは感じにくいです。この2つは乾燥が気になる時にも使いやすく、比較的皮脂崩れにも強いので、肌タイプ問わずに使いやすいハイカバーファンデーションだなと思います。では、軽くティッシュオフをして、イヴ・サンローランボーテからお直ししていきます。かなりハイカバーなタイプですが、適度なクリーミーさがあるので、上から重ねてもこんな感じで、残っているファンデーションとも簡単に綺麗に馴染んでくれます。重ねていくとテカリ感が抑えられて、塗りたてのルミナスマット肌が復活しますね。では反対側はローラメルシェでお直ししていきます。ローラメルシェもハイカバーですが、やはりクリーミーなので、こんな感じで
お直しにもすごく使いやすいですね。カバー感とツヤが復活します。はい、イヴ・サンローラン・ボーテとローラ・メルシェ、それぞれ上からお直しをするとこんな感じです。どちらもかなりハイカバーですが、重ねても厚みや重さが出ることなく、綺麗に塗りたてのカバー感が復活してくれます。この2つはお直し用ファンデとしてもすごくおすすめですね。お直し後アップで見るとこんな感じです。はい、ではこんな感じで最新版の人気クッションファンデーション10種類を徹底比較していきました。今回ご紹介した中で特に保湿力が高くしっとりしていると感じたのはクレドポーボーテのパンクッションエクラルミヌ、ジバンシー、そしてナースのナチュラルラディアントです。この3つはクリーミーなテクスチャーなので乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいと思います。特にクレドポーボーテのルミヌはみずみずしいスキンケアオイルのような保湿感があるので保湿力重視の方にすごくおすすめです。反対に皮脂や汗崩れに強いと感じたのはプラダビューティーとローラメルシェです。こちらの2つは汗をかいても皮脂が出ても塗りたてのカバー感をキープしてくれてマスクの摩擦にも強かったので皮脂や汗崩れ対策をしっかりしたいという方におすすめだなと思います。組み合わせる下地や肌タイプによって崩れや仕上がりに違いが出てくるかと思いますが少しでもクッションファンデーション選びのお役に立ったら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたらお気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。